客やったんですよ。客？屋台ずっと行ってて、18の時に、前の会社の先輩から、連れてってもらって、それからの縁ですね。まあ前の会社を辞めるって時になった時に話をしたら、独立をするからっていう話があって、一緒にやらないかって言われて。屋台ものすごく忙しかったから。ですね。もうナンバーワンさんのね、屋台は。そうです。だからもう、いや僕は絶対できませんって話をして。もう勧誘がすごくて、もう本当に言い方悪かったですけど、しつこいなと思うぐらいやったんですけど。なんかね、ちょっと分かる気が。ってしたら、ちょうどご家族の方がおられて、風村ファミリーを紹介されて。それで紹介されて、でどうするって言われて、でもいや僕はできませんって言ったんですけど、でちょうど前の仕事もちょっと決まってたんであったんですけど、ちょっと空く時間があったんで、その時間でちょっとアルバイトしてみようかなと思って、でそれでアルバイトをさせてもらうことになったっていうのがきっかけなんですけど。で最初は全然ラーメン屋さんになるとか全然思ってなくて、まあそうですよね。もう仕事も決まってて、そう全然思ってなかったです。そう全然飲食関係でもなかったわけです。そう全く関係ないです。で全然なかったんですけど、やっていくにつれて、その種村さんの魅力と、あとラーメンの魅力に惹かれて。ラーメン自体はもともとやっぱ好きなんです。そうですね、好きでしたけど、ただやっぱり作るってなるとね。いやそうです正直ね。いやでもこの人と一緒に働きたいなって思うようになって、それから決断しました。なかなかこうものすごいこう誘われ方ですけど。いや本当ですね。いや本当に僕も大好きなお店だったんで、もう屋台から通ってる時からもう本当にしょっちゅう僕も行ってましたし。まあそれでもね、もう人生方向転換させられてるわけでしょ、正直。いやまあ本当そうですね。でも本当に本当ご縁をいただいて、でまさか今自分がこうやってやってるのもびっくりなぐらいです。整った環境もね、結構。そうですね。今やっぱりなかなか難しいですからね。いや本当ですよ。豚骨ラーメンのお店の環境が整ったところを探すの。そうです。あったんだと思って。そうなんですよ。だからちょっとここはそんなに変えてなくて専用の台を作ったとかそれぐらいですかね。もともとその屋台の方で行かれてた時に結構種村さんと喋ることとかあったんですか？いやもうそうですね。まだ僕が行き始めた時は種村さんは皿洗いやってました。そうなんですか。で、僕も18歳でまだ社会人になりたてでっていう感じでやったんですけど、でもね、よく声かけてもらったらものすごく愛想も良くて、あの方もう行くのが超楽しくて、会話するのが楽しくて、もうずっと種さんって言いながらで、逆に言ったら種さんが休みの時は帰ったとかしたこともあって。でもね、やっぱり、僕正直屋台の頃って、知らないんですけど、やっぱりすごい人気だったんでしょう。いやー人気だったですね。途中から特にものすごく人気になりましたね。最初行き始めた時は多いなぐらいやったんですけど、一回なんかテレビかなんかが入って、NHK のなんか全国版のなんかテレビやったかな。もうそれからもうずっと街で並びで行列みたいな。
その当時ってあの辺って屋台って何軒ぐらいあった？いや結構ありましたよ。やっぱり数がすごいある。あったあったあった、にぎわってました。でへもやっぱその中でもやっぱナンバーワンが一番賞が並んでたんで。あ、やっぱりそんな感じだったんですそうか。です一回でも怒られないように頑張ろうって目標を立てながらやってましたけど無理でしたもう5年間はずっと言われ続けてました。でもある時ピタって何も言われなくなりました。あ、本当ですか。何があったんですか。いや前から言ってたんですよね。いい時は別に言わないから。何かあった時は言う。実家で結構細かいことでやっぱり怒られるんですか。もちろんですね。結構細かい方なんだ、あの方。なんか例えばどんなことするかね。いやどうかな。まあ洗い方一つとかでもそうやったんですけどね。もう麺上げも一生懸命覚えようとかよくしてた時もあったんですけど、その時なんかもう絶対麺上げ棒を離さんで自分で覚えるためにやるってやってましたけど、もうやっぱ技術がないからもうだんだんやっぱできなくなってくるんですよ。そしたらもうすぐ後ろからキャッて麺上げ棒を取られて交代っていう。はい。なかなか週5でね、同じラーメンを。いやすごいですよ。僕らからしたらまで全部食べられて、もう一杯って言われる時もある。あれでちょうど今ぐらいの時期って雷、すなわ
ち声を発すという言葉で表すんだそうですね。春の雷と言いますと春雷ですね。春になったらそれを伺えたらと思うんですけれども、新作発表されました。3月にね出ましたけれども、UPP ダムの原型。お待たせしました。チャーシュー麺ヤマメンです。お熱くなってます。お気をつけください。ラーメンは昨日の夕方食べられたのでしょ。昨日仕事に帰る。どうも、ありがとうございます。はい、またお待ちしてます。どうも、気をつけて。ありがとうございます。よいしょ。じゃあぜひはい、お熱くなってます。お気をつけください。
はい、煮卵ラーメンバリカジャです。はい、どうぞお待たせしました。餃子ですね。お願いしました。こちらタレ入れお使いください。ちなみに初めての長浜ナンバーワンってお味どうでしたか？めちゃくちゃ美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったです。またね、もしはい最寄りの現場の時に行きたいです。めちゃくちゃあっさりしてて美味しいです。ありがとうございます。またお待ちします。雨大変だと思うんですが、頑張ってください。ありがとうございます。本当にもうえらい日でね、今日は。はい、どうぞお待たせしました。片面ですね。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。さあ、今日のギフト券は7000円分です。やってみたいですな。どんなことですな。またクイズの世界を正解に関わらず、リグのオリジナルステッカーもプレゼント。バリカタですね。
そうなんですよ。ワンちゃんと一緒なのがやっぱりうわ本当に。はい、ラーメン、あ、そうだ。はい、普通麺卵です。お待たせしました。皆さん、本当に綺麗で、ちゃんとしたキャンプ。ちゃんと油山福岡。そう、でね、花火キャンプ行ったんですよ。花火のところ。そうだね。でもキャンプとしてはこれからがシーズンなので、普通のキャンプしながら、そこでリードをつけてワンちゃん一緒に過ごしてください。人にもワンちゃんにも優しくなって、いやもう最高でしたね。絵描きにして、そうだよ。でしょ。ベッドもですよ。ください。私だけ前乗りで金曜日の夜から。そうですね。でスープの白濁具合見てできたらあげようかなみたいな。でもうちは多分工程多い方だと思うんですよね、その仕込む上での。だからやっぱそういうところがやっぱこう炊いてる時の匂いの少なさとか、やっぱ白濁した、だけどそんなにこうガツンとこない感じのスープになるんじゃないかなって思ってますけどね。
らっしゃいませ。あら。ね、こう長浜ナンバーワンに勤められてもう18年。そうです。18年。はい。もうだからね、もう昨年8月からようやく自分の店っていうことでね、はい、奥様と今、ね、従業員さんとずっと今日その様子を撮影させていただきましたけど、はい、本当にね、これ今後にまたいろいろつながることになればいいなと思ってますので、またちょっといろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は一日どうもありがとうございました。いや、とんでもないです。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。